ご視聴ありがとうございます。今回は、存在感があるのかないのかわからない、とある駅のご紹介です。目立たない分岐駅に隠された歴史と法廷バトル、構内のところどころに見え隠れする、この駅が待ち受ける未来を解説します。この駅の特性から来る悩みと、意外と意識しない、線路の位置関係に隠された事情とは、一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは、都営浅草線の押上方面行き列車です。この列車は西馬込方面からやってきた列車。浅草線の線路は、次の泉岳寺で京急線からの線路と合流します。駅の手前の片渡り線を抜け、下り勾配で泉岳寺駅に到着です。駅構内は、島式ホーム2面4線の構造。小さな曲線が手前にあるだけで、構内自体はよくある地下駅といった印象です。そして先ほどのベルの音は、この先の速度照射の音です。前方の信号の手前で確実に止まれるように、段階的な速度制限がかけられます。なお、ここで速度超過すると即非常ブレーキがかかります。発車する列車を見送ります。この先には引き上げ線が1本あり、当駅止まりの列車の折り返しに使われています。この駅の改札は、ホームの両端にしかありません。ホーム前方にある、押上寄りの階段を上がります。ここにはエスカレーターはなく、車椅子用の昇降機が設置されているのみです。階段は踏み面も両側の壁も古めかしい仕様で、年季が入っているのが伺えます。この駅が開業したのは、1968年6月。当時から変わっていないのでしょうか。そしてこちら側が、2つある改札の1つ、三田、芝浦方面改札。古めかしい構内においても、精算機は置くだけで IC カードにチャージできるタイプが設置されています。と言いつつ、左上の看板は紙製でしょうか。壁面の案内板のうち、1番線と2番線側のものは、西馬込方面の方が扱いが小さくなっています。京急線に乗り入れる列車の方が多く、種別も多いので仕方ないですが、ちょっと寂しいですね。地味な扱いの西馬込方面を、車両基地などとセットで取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。一方、改札の名前に三田とついているものの、三田駅自体は一つ隣。三田線との乗り換えはできないので、注意喚起の看板が設置されています。こちら側の改札を入って右手には、都営の乗務員の待機所があります。地上に出てみましょう。ひたすら長い連絡通路を進みます。天井から配管類がぶら下がる光景は、かつてはよく見られたものですが、駅の改装が行われるにつれて数を減らしてきました。こちら側の出口には、車椅子用の昇降機もありません。早送りしているので分かりづらいですが、地上までは結構時間がかかります。もっと改札寄りに出口を作りたいところですが、出口を出て左側には史跡があったため、そうもいかなかったようです。ここにある木戸とは、城塞や庭園などの出入り口のことで、屋根がなく、開き戸のみの門のことです。現在ここには、石垣の跡が残っています。この駅の出入り口は、全部で4カ所。こちら側と反対側に2カ所ずつあり、大通りの蓮向かいには、建物と一体化した出入り口があります。こちらの方が改札までの距離が短く、車椅子用の昇降機もありますが、三田、芝浦方面改札から伸びる2つの出入り口には、エレベーターは一切ありません。反対側はどうなっているのでしょうか。ホームの柱には、泉岳寺は永遠に出口へと書かれた看板があります。この駅を終着とする列車もありますが、ホーム幅は5メートル程度しかないため、接続のタイミングが合わないときはホーム上に乗客が滞留します。なお、この問題は隣のホームの方が深刻です。朝のラッシュ時間帯、西馬込からの列車は軒並み押上方面に直通するため、ホーム上で乗り換える乗客は少ないのに対し、夕方は泉岳寺始発の西馬込行きがあるため、ここで乗り換える乗客が多いのです。今ではホームドアが設置されましたが、それ以前は列車がなかなか発車できませんでした。地上の道路幅の関係もあるようですが、駅での乗降に比重が置かれていなかったことがわかります。そしてこの駅、こちら側にはエスカレーターがあるものの、エレベーターはありません。これは隣のホームも同じで、この駅にはホームと改札外をつなぐエレベーターがないのです。大改良してバリアフリー化を図った駅もあるだけに、設備の貧弱さが気になります。
こちらの改札を入って右側には、京急の乗務員控室があります。この駅で乗務員が交代するので、それぞれの改札内に控室があるのです。そして、都営と京急の接続駅ということで、この駅の券売機周りはこのようになっています。都営3台に対して、京急が2台。そしてここが都営の管理駅であるためか、京急の券売機では、パスも、スイカ等の鉄道系 IC カードの利用はできませんという張り紙があります。チャージもできません。その他のカードも使えないほか、京急線の定期券や企画乗車券も買えません。定期券を購入する場合、取扱駅までの切符を買う必要があります。この切符は定期券の購入時に払い戻されるようです。そしてこちら側の改札は、名前も泉岳寺高輪方面改札。再び地上に出てみましょう。ところが、正面突き当たりの壁には、見慣れぬ木板が。そう、これは元禄14年、江戸城松の廊下で、当時の赤穂藩主だった浅野匠頭長則が、後家、吉良上野助義久に切りかかったことで切腹を命じられた後、吉良邸に仇討ちのために入った浅野匠頭の家臣、47人の名前が記されているものです。討ち入りの話は忠臣蔵の名前で知られており、彼らが埋葬されているのが、この泉岳寺というわけです。地上に出てみましょう。この出口には地上までのエレベーターがありますが、階段の内装自体はやはり古めで、時代を感じさせるものになっています。なお、正面に見えるのは、泉岳寺とは全く関係のない建物です。出入り口の外観がこちら。エレベーターの部分は後付けであることがわかります。泉岳寺は、出入り口に向かって左側、坂道を上がった先にあります。そこそこ急な坂道ですが、この道路にかつて存在していたものをご存知でしょうか。泉岳寺駅が開業したのは、1968年6月。この時、押上方面からの浅草線が開業し、同時に京急線も品川泉岳寺間が開業、相互乗り入れが始まります。この駅は山手線の内側にあり、私鉄が山手線の内側に乗り入れる珍しい事例となっています。三島込方面が開業したのはそのおよそ半年後、68年11月のことでした。浅草線の駅配置は運行上必須の駅から計画され、泉岳寺駅は最初期に設置が決まった駅でした。この歴史を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。この駅の名前の由来は、もちろん近くにある泉岳寺。ただし、それだけではありません。浅草線の線路の真上にはもともと都電が走っており、駅の南にあるこの交差点にはもう1系統が乗り入れ、そちらは西に向かって坂を上がっていました。そしてこの場所にあった停留所は泉岳寺ではなく、泉岳寺前という名称でした。ここに乗り入れていた系統は浅草線の開業前に廃止されたわけではありませんが、67年から72年にかけて行われた都電の一斉廃止の中で姿を消し、現在に至っています。なお、泉岳寺という駅名について、開業25年後、93年に泉岳寺が東京都を訴えました。名前が被っていることで間違い電話がかかってくるなどの理由でしたが、寺の訴えは認められず、97年には寺側の敗訴が確定しています。一方、建設当時は、現在の都営三田線である6号線の計画も進んでおり、三田駅から五反田駅の先まで並走し、6号線が東急に乗り入れる計画だった時期がありました。泉岳寺駅は両者が共用することを前提に、二層構造とする構想もありましたが、後に6号線と東急線の乗り入れ計画が取りやめとなり、この構想が日の目を見ることもなく、泉岳寺駅などは独立した構造物として建設されました。なお、京急線は泉岳寺の南で地上に出ていますが、上り線は西馬込方面の線路の下を通っています。これは、隣の高輪台駅の周辺が山手台地にあり、地上の標高が急激に上がるため、線路もそれに追いつくために高さを上げたからです。京急線との分岐駅ということで、駅構内は2面4線、押上寄りに引き上げ線を1本備えた構造になっています。なお、駅の西馬込寄りにある渡り線は、通常運行では使用されていません。現在、日中は20分に1本の頻度で、当駅を始発終着とする京急線の快特が運行されています。一方、浅草線内の日中のエアポート快特は、2月のダイヤ改正で半数が普通列車に格下げされ、運転間隔は40分に広がりました。
また、西馬込方面は10分間隔で、半数が当駅折り返しです。2月のダイヤ改正では泉岳寺西馬込間が減便され、本数が3分の2に減りました。格下げに減便という寂しいコンボのダイヤ改正でしたが、当駅止まりの列車は相変わらず相互に接続できるダイヤが組まれています。駅構内に戻ってきました。この下にあるのが、京急線方面、西馬込方面のホームです。こちらにもエスカレーターがありますが、上り方向のみ。ホームが狭いなどの事情もありますが、バリアフリー的には優しくない駅ですね。ホーム上の案内板のうち、1番線だけは京急の車両のイラストが描かれています。屋根上の機器類も表現されており、結構細かいですね。そして看板類のうち、京急線方面だけは浅草線のローズではなく、京急の水色を取り入れたものが使われており、この色分けは後付けのホームドアも同じです。ただしこの色合いは、京急の駅で広く使われている色とは異なるものです。かつては明るい水色だったところ、後に濃い青をベースとした配色になった一方、泉岳寺駅は元の色合いを引き継いでいるため、このような状況になっています。また、1番線と2番線では、信号の扱いも異なっています。2番線では黄緑色っぽく光るのに対し、1番線はクリーム色がかった灯具が使われています。2番線は都営、1番線は京急と、それぞれ乗務員の所属が異なるため、信号もそれぞれに合わせた仕様です。そして、浅草線を中心とする直通ネットワークの中心にあるこの駅には、都営と京急以外の車両も多数やってきます。また、廃線の関係上、西馬込方面に京急車が入ることは稀ですが、時に京急車が中線で並ぶ珍しい光景も見られます。壁面には古めかしい看板も残されています。また、ホーム中央の柱には、京急線の下り快特の一部列車で営業しているウイングシートの広告があります。これは、8両編成の2号車を丸ごと有料座席指定車両とするもので、40分に1本、下り9本と上り8本が運行されています。ホームの後ろへと進んでいきましょう。相変わらず狭いホームです。隣のホームとそれほど変わらないように見えますが、天井のパネルが外されているところがあるのにお気づきでしょうか。ホームの後ろ寄りに近づくと、さらに様子が変わります。天井のパネルはごっそり外され、天井裏の配管類も丸見え、そしてその先で、ホーム中央にある柱の間に、灰色の部材が立ち上がっています。この部材は H 型の鋼材でできており、門型の形状をしています。そして通常の改装工事では見かけないこの鋼材こそ、泉岳寺駅が迎える大工事の第一段階なのです。泉岳寺駅では現在、大規模な改良工事が進んでいます。京急線からの押上方面行き線路を除く3本をそれぞれ移設してホームを拡幅し、同時に動線も増やすというものです。現在階段などは両端にしかありませんが、ホーム中央にも新設し、駅東側のビルへのアクセスを向上させます。そしてこの改良計画は、鉄道側だけで進むわけではありません。拡張される部分は道路横の民有地に大きく張り出しており、これらの場所の再開発とセットになっています。そしてこの改良工事が進む様子は、ホーム階以外でも見ることができます。そう、この駅に4カ所ある出入り口のうち、本編でご紹介していなかった A1 出入り口は、去年1月下旬から閉鎖されており、仮囲いの前には警備員が配置されています。ちなみにこの出口の先にあったのは、京浜急行電鉄の旧本社。この工事に伴い、横浜へ移転しています。地上では地下鉄工事中の看板が出され、ホーム拡幅中の文言もあります。そしてその向こうにあるのが、そう、山手線と京浜東北線の新駅、高輪ゲートウェイ駅です。開業から2年余り経ちますが、駅前は絶賛工事中。駅の西側では、車両基地や在来線の線路を移設した跡地に、オフィスなどからなる大規模な再開発が予定されています。泉岳寺駅は高輪ゲートウェイ駅の近くにあるため、こちら側でも駅東側で再開発が進むことになったのです。駅南側の交差点の周りでは建物が解体され、向こうまで見通すことができます。そして浅草線の工事は、駅部分だけではありません。この先にある引き上げ線のあたりも工事対象であり、現在1本しかない引き上げ線は2本に増えるイメージになっています。引き上げ線が増えれば、その分ダイヤ設定の柔軟性も高まります。
現在、京急線の普通列車は隣の品川で折り返していますが、泉岳寺まで直通させることができるかもしれません。完成予定は2027年だとまだまだ先ですが、周辺の発展と合わせて期待が高まりますね。ご視聴ありがとうございました。